皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。今回の動画はじゃん、はい、こちらですね、年末にリリースされましたラバー搭載の最新ベイインパクトドレイク、こちら皆さんゲットしておりますでしょうか。今回ですね、ついにユニークラインからコバルトドレイクの新型が登場しております。ブレードにラバーを搭載したことによって弾き特化性能がコンセプトとなっております。今ですね、このベイブレード X シリーズでは初のねラバー搭載ベイということで、非常にですね話題性の高い設計になっております。こちらですね、本当に先行レビューの時もそうだったんですけども、本当にねかなり相手を弾き飛ばしている印象だったかなと。はい、そんなわけで今回はこちらインパクトドレイクの最新パーツを使ったカスタムについて3選今からねおすすめしたいカスタムを皆さんにお届けしたいなと思っております。こちらですね、ぜひ最後までご覧になっていただけると嬉しいなと思います。それではですね、最初にインパクトドレイクの基本性能を確認していきたいと思います。その上でカスタムの方向性だったり、そのカスタムの良かった点悪かった点、僕の意見をねしっかり皆さんにお伝えしたいなと思っております。はい、まずはですねブレードの特徴からお話ししていきます。まず重量ですね。こちら 38g 台後半となっております。こちらはですね、個体差によっては 39g 台もあるということも含めて、最もね最重量のスペックを持ったブレードになっていると。このブレード形状っていうのは、この分厚い4枚刃にラバーが搭載となっているんだけれども、このラバーが弾き飛ばしているっていう感覚は正直あまりなくて、どちらかというとね、このメタルの先端が接触して弾き飛ばしているのかなと、そんな印象を受けました。そんなこと言いつつも、今回はですねこのインパクトドレイクのアタックで弾き飛ばす王道のスタイルでねカスタムしていきたいなと思っております。それでは最初にご紹介するカスタム、こちらになります。インパクトドレイク 770R。 はい、こちらはですね10枚刃ギアでエクストリームダッシュの速度を抑える分、ダッシュ回数を増やす設計ということで、アタックの回数を増やしつつ細い軸先でスタミナロスが比較的少ないビットを合わせています。でラチェットはですね今まであまり使ってこなかったんだけれども、この770、760でもね、正直いいのかなと思いつつ、個人的にはねこの770が相手のベイと当たった時の、弾きの具合がですね良かった感触がありました。でこの重量が重いブレードのデメリットとして、姿勢を倒しやすいっていうね感覚が、いつもあるんだけれども、この7系のラチェットにすることで、比較的ね、安定してくれて姿勢を戻しやすい印象です。こちらのですねネガティブポイントはですね、このベイが重くなってきた分ですね、エクストリームラインに乗れる、身軽さがねなくなってしまったかなっていう感じかな。このラバーの部分については、相手を弾くっていうよりかは、ぶつかった時のね衝撃を吸収してくれて、緩和してくれるっていう印象がありました。ただですね、このラバーの摩擦力で自分のスタミナロスにも直結している側面があるので、同回転はね、正直かなりしんどいのかなっていうのが、僕の率直な感想です。続いてはこちらになります。インパクトドレイク 770LF。はい、こちら F ビットより 1mm 低く設計され、エクストリームダッシュの加速力を高めたということで、重量が重く若干動きが鈍い印象があるこのインパクトドレイクを、このビットの性能によってエクストリームダッシュを加速させて相手に素早くぶつかりに行くと、まともにぶつかった時の衝撃とこの低身長によるアタックでバーストも取りやすいカスタムかなと個人的には思っております。これ軸先のね径が太いことによって姿勢もキープしやすい印象があります。インパクトドレイクっていうのはこの前半でやはりですね勝負を決めなくてはならないので、長期戦になる前に速攻でポイントを取りに行くためにもエクストリームダッシュしやすいカスタムがねマッチしているんじゃないかなというふうに思っております。そして最後にご紹介するカスタムがこちらになります。エアロペガサス 760LR。 はい、こちらですねR ビットよりも 1mm 低く設計され、アッパー攻撃を得意とするということで、新規パーツのビット LR、今回ですね個人的にかなり期待していて、それはですね R ビットって優秀なパーツだったんだけれども、姿勢を崩すと傾いて、立て直しにくいなっていう印象がありました。この R ビットの軌道を再現しつつも低身長になったことで、姿勢保持のしやすさがあれば扱いやすいのかなと思っております。今回はですね同じくこの 38g ある重量級ブレードのエアロペガサス
この緩やかな面から出っ張った面で構成された3枚刃ブレード形状によってアタックすることもしつつ、いなしてアタックベイに対してディフェンシブにね立ち回れてスピンも取れる印象です。そしてラチェットの760がですね、ベイの重心を下げて姿勢保持をね、キープしてくれて安定感がねより増したのかなと。はい。で、アタックベイに対してね、このディフェンシブにスタミナ面でも形状優位なメリットがあるし、シンプルに重量感あるアタックで相手を弾き飛ばせると。アタックからディフェンスまで幅広くね、対応できるカスタムなんじゃないかなと個人的に思っております。はい、本日はですね、このベイブレード X から最新ベイのインパクトドレイクのね、この最新パーツを使った、おすすめのカスタマイズについて皆さんにお伝えしていったんですけども、本日の動画皆さんいかがだったでしょうか。正直こちらのインパクトドレイクなんですけれども、個人的にはね、ワンベイではちょっと採用できないなっていうのが本音です。アタックの再現性っていうのはですね、思うようにいかない部分が多いのと、今ですね、シルバーウルフとかね、アタックに対応できてしまうディフェンシブなね、ベイの存在が非常にでかいなと。僕個人的にはですね、今フェニックスウィングのメタルコートネイビーですとか、重量もね、耐久性もね、アップデートされてますし、個人的におすすめなのかなと思います。とはいえ今回この発売されたばかりのインパクトドレイク、こちらのね、最新パーツをですね、まだまだ深掘りされている方もねいらっしゃると思いますので、ぜひ皆さんコメント欄におすすめのカスタムとかね、書いていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、こんな感じで本日この辺で動画を終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、そしてシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。